旋回できています。グリミティアプレイヤー L です。今回は高機動飛行機を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、補助ブースターを搭載して素早い旋回ができるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは私が乗るための操縦席と旋回を助ける補助ブースターとして2つのロケットエンジンを両サイドに取り付けます。そして補助ブースターに電気を流すためにハンドルを握りますと左のブースターが、左に回すと右のブースターが噴射してくれるようにしました。ちなみにブースターをつけている棒はベアリングでつながっているので、ロックを解除することでブースターの力で傾くようになっています。この動きで機体を傾けて素早く旋回しようというわけですね。ここからさらに空を飛ぶのに必要な二重反転プロペラと翼、ロータリースイッチを取り付けたら、プロペラだけをオン、プロペラと補助ブースターをオン、すべてオフの3段階にスイッチを切り替えられる回路を組み込みました。そしてバッテリーは前に1本、後ろに7本の合計8本を使います。まずはそのままスイッチの動作を確認しましょう。まずはプロペラのみ、問題ありません。スイッチを動かして、プロペラと補助ブースターをオンにすると、よし、こちらもしっかり作動してくれています。早速固定を解除すると、おっと、タイヤの位置が後ろすぎるせいで、前に倒れてしまいました。タイヤを付け直したら、もう一度固定を解除して、スイッチをオンにすると、かなり安定して離陸してくれました。まずは補助ブースターなしで旋回しようとするとできないわけではありませんが、動きが重いですね。では今度は補助ブースターをオンにして旋回してみましょう。そうすると、さっきと変わりませんね。翼の空気抵抗が強すぎて、ほとんど傾かないので、補助ブースターの意味はないみたいです。ここで主翼を固定したままにしていたのを忘れていたので、主翼の固定を解除して、左右に傾くようにしましょう。これなら、操縦席を無視して傾くはずなので、もっと素早く旋回できるんじゃないでしょうか。おっと、なぜか爆発してしまいました。早速乗ってみましょう。すると、操縦席が安定せず、ぐらぐら揺れてしまっています。そして、補助ブースターを使ってみても、結局主翼の空気抵抗が強すぎて、ほとんど傾いてくれませんでした。そこで、主翼の方向を横方向ではなく、縦方向に付け直して、もう一度乗ると、ダメですね。離陸してくれません。バランスが変わってしまって、前傾姿勢になってしまうみたいです。こうならないように、機体の後ろに長く伸ばした水平尾翼をつけて、再び乗りましょう。今度はちゃんと離陸してくれました。でも、かなりバランスは悪いですね。そして補助ブースターをオンにした後、旋回してみると、ダメですね。旋回するどころか、主翼が傾くせいで、浮力がなくなって、墜落してしまいました。操縦席のぐらつきを少なくするために、今度は左右に小さな翼を追加して、もう一度乗ってみましたが、操縦席は安定していても、主翼が傾いたとき、浮力がなくなるのは変わらないので、
このブースターの使い方だと、うまく旋回することは難しいみたいです。仕方ないので、設計を見直しましょう。主翼の付け方を縦方向から横方向に戻して、頑張って作った主翼を回転させる仕組みも取り外しました。そして補助ブースターを下に噴射するのではなく、後ろに噴射して前に進む方向に付け直しました。これなら素早くくるっと回ってくれるんじゃないでしょうか。早速乗ってみましょう。安定して離陸しました。そのまましばらく飛んだら、ブースターを使った旋回を試してみると、補助ブースターのおかげで素早く旋回できています。この改造は正解ですね。基本的な仕組みはこれで問題なさそうですが、せっかくなのでもう少し改良しましょう。補助ブースターの燃料を燃やした後、操縦席の前に2つの補助ブースターに同時に通電させるスイッチを取り付けました。これなら加速もできてお得ですね。改良も完了したので、早速乗ってみると、離陸した後に補助ブースターで加速できました。そのまま進んで旋回用の補助ブースターを試すと、こちらも問題なく旋回することができます。でもクイックに旋回しすぎて操作が難しくなるので、一度旋回した後はスイッチを元に戻してプロペラだけが動く状態にした方が良さそうです。今度はカメラの位置を固定して遠くから旋回するところを見てみましょう。旋回速度はかなり速いので、180度ターンするのも結構簡単です。そして加速する姿もなかなかかっこいいんじゃないでしょうか。でも旋回するとき、ブースターを浮かせすぎるとくるくる回ってまともに操縦できないので気をつけましょう。ちなみに私の視点だとこんな感じです。プロペラだけの時の速度は秒速 8.7 メートルほどですが、加速用のブースターを浮かせると秒速13メートルほどまで加速します。プロペラの抵抗のせいか、そこまで速度は出ませんね。そして旋回用のブースターを使うと、少し浮かせただけでかなり速い速度で旋回してくれます。一瞬旋回させたらすぐに元に戻さないとくるくる回転してしまうので気をつけましょう。補助ブースターを使った飛行は十分楽しめたので、最後は高機動飛行機に乗って行けるところまで行ってみましょう。補助ブースターを噴射しながら遠くの方の島まで来て着陸しようとしましたが、木にぶつかって倒れた後、レーザーが飛んできて、やられてしまいました。気を取り直して、もう一度遠くに向かいましょう。今度は、邪魔なものがない場所を狙って、いい感じに着陸できました。それでは、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、食べてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、高機動母さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、またねー。
す。